朝の光が差し込むいつもの古い和室。父の定位置は座椅子の上でした。元大工の頑固な背中、いつもと変わらない、そんな朝でした。お茶を入れたよ。娘の声が響く。父は静かにうなずく。新聞をめくる音、お茶をすする音、すべてがいつも通り、そう思っていました。でも、その時、小さな音が聞こえた。気のせいかもしれない。かすかな違和感。父の足元が少し震えていたのです。翌日の夜のこと、トイレに向かう父、いつもより遅い。歩幅が狭いようです。畳をこする音が妙に長く響く。お父さん、大丈夫？声をかけると、父は怒ったように、何でもない、そう答えました。プライドの高い父、他人の手は借りない、それが口癖でした。でも翌朝、寝室から物音がした。何かが倒れる音。慌てて向かうと、父はベッドの端でじっと座っていた。靴下を履くのすら時間がかかるようでした。関節の痛み、リウマチのせいかもしれないけれど、何かが少しずつ変わっていく予感。静かに確実に進んでいるようでした。ある雨の日、父はついに起き上がれなかった。腰が重いだけだ。天井を見つめたまま動こうとしない美穂の心に黒い影が広がる。このまま寝たきりになってしまうのか、そんな恐怖が胸を締め付ける。かつて大きな家を建てたあの手が今は布団を握るだけ。迷惑をかけたくない。父が小さくつぶやいた。その声の震えに胸が痛くなった。親の老いを受け入れる。それは本当に切ないものでした。トイレに行くことすら諦めてしまうのか、戻れないかもしれない。そんな不安が部屋を満たしていました。夕方、ケアマネジャーの言葉が響いた。ベッドの上でもできることはあります。歩けなくなったら終わり、そう思い込んでいた。でも違いました。大切なのは今の状態のままで動かし続けること。痛みのない範囲で少しずつでいい。最後まで自分の足で。その言葉が父の目に小さな光を灯しました。まだ諦めるのは早い。娘の心にも小さな決意が生まれました。その日から2人の新しい朝が始まりました。無理な運動ではなく、ベッドの上の小さな習慣です。父は仰向けになり、まず呼吸を整える。そしてゆっくりと足首を動かしました。手前に引いて向こうへ伸ばす。これだけのこと。でも痛みのない大切な一歩です。1、足首の曲げ伸ばし。関節を温め、血流を促す準備。仰向けの状態で息を吐きながらつま先を天井に向けます。次に息を吸いながらつま先を遠くへ伸ばします。これを無理のない範囲でゆっくり10回繰り返します。2、膝の裏伸ばし。歩行に必要な下肢の柔軟性を保つ。片方の膝を軽く立てます。そこから痛みのない位置まで足をベッドの上で滑らせるように伸ばしていきます。太ももの裏が心地よく伸びるのを感じながら左右5回ずつ行います。3、お尻の引き締め。立ち上がりに必要な体幹を刺激する。仰向けのままお尻の穴をキュッと締めるように力を入れます。5秒間キープして
ゆっくり緩めます。関節に負担をかけずに骨盤周りの筋肉を呼び覚まします。これなら痛くない、父がぽつりと言った。説明を長々とするわけではありません。ただ毎朝、布団の中でその動きを繰り返すだけでした。美穂はそっと見守り続けました。小さな、本当に小さな行動の積み重ねでした。1ヶ月が経ち、季節が変わる頃、劇的な奇跡は起きませんでした。相変わらず歩みは遅いままでした。でも、ある朝の感動、父が自分の力でベッドの端に腰掛けたのです。一人で行ける、そう言って父は手すりを握り、ゆっくりと一歩トイレへと向かいました。その背中は小さくなっていたけれど、かつての大工の誇りを取り戻したよう、美穂の目から涙がこぼれました。当たり前のことがこんなにも愛おしい、そう気づかされた静かな朝でした。今日も父はベッドの上で足首を動かしています。誰のためでもなく、自分の尊厳のために。特別な薬も激しい訓練も必要ありませんでした。ただ今日できる小さな動きを諦めなかったこと、明日の自分の足は今日の過ごし方で決まるのかもしれません。あなたは今日どんな一歩を踏み出しますか？静かな部屋に足首が擦れる音が心地よく響いていました。